こんにちは、プリンセスモナコです。今日はお隣からね、栗をたくさんいただいたので、栗ご飯したいと思います。栗をたくさんいただいたので、栗20分から25分くらい湯がきました。茹でました。もう皮を剥くのね、手痛くなるのでね、去年ね、こんなほら、栗の皮むくのを買ったんですけど、これ力いるし、ちょっと手痛くなるので、これは置いといて、湯がきました。動画で剥き方、いい剥き方あるかなって探したら、湯がいて、半分に切ってスプーンで身を出すのがいいって書いてお話ししてたもんで、お話しされてたから、それしました。皮むき器はやめまして、湯がいたんです。はい、半分に切って、ほら、半分に切って、こんな風、半分に切ってね、スプーンで取りましたよ、こんなに。大きいのもちっちゃいのもぐちゃぐちゃあるんですけど、栗ご飯に全部しようと思って、全部。で、お米3合研いだのでね、この栗全部入れようと思います。350g ありました、測ったら。で、栗の粉みたいのももうご飯と一緒に食べたらどうかなって。こんな、形のなくなる栗ご飯ってあんまりしたことないんですけど、ちょっと今回試験的にしてみます。ご飯はね、3合分、3合研いで3合のお水入れました。これに350の栗入れて煮てみます。もうきっと栗だらけですよ。きっと栗だらけ。お塩ちょっと入れます。お塩適量。ね。そして、こんなんを煮てみましょう。煮るのにちょっとね、時間かかるから、煮てからまたのお楽しみで。一度ここで閉じますね。はい、ありがとうございます。栗ご飯の続き動画です。栗ご飯が炊けたみたいなので、もう5分間だけ蒸らしたんだけど、今持ってきますよ。じゃあ、栗ご飯できました。見えるかしら？すごくいっぱい。水が多かったでしょうか。うちいつもね、ご飯柔らかめなんですよ。よいしょ。ちょっと保護しますね。こんな具合。わ、栗だらけ。すごい。ほら。栗ご飯の栗だらけ。よいしょ。3合ですよ。ご飯3合と栗350。栗だらけご飯です。ちょっともうちょっと置いとこう。炊きたてやばいから。栗ご飯ね。こういういつも栗皮むいて栗ご飯するので、もうちょっと栗大きいんですよ。いつもするときこんなくずっていうか小さいのまであんまりしないので、今回はね、皮むかないで半分に栗を包丁で切って、
そして栗ご飯にしたので、ね、ちょっとこうしよう。栗ご飯にしたので、こんなに栗がちっちゃい栗いっぱい。ごま塩を振りました。塩も炊く時入れたけどね。栗おこわじゃなくてただの栗ご飯にしました。普通の栗ご飯より美味しい。ほら、普通の栗ご飯なら、大きいのだけでしょ。これなんかちっちゃい粉みたいなくずみたいのも一緒にご飯に混じってるから、なんか栗の味がいっぱいして美味しいです。今度から皮むかないで、皮むくと手痛いですもんね。皮むかなくても半分に切ってスプーンで出して手栗ご飯にできて、それでバンバンだと思いました。美味しかったです。今日も最近試食して食べたばっかりですよ。大量に作るの全部ほとんど私食べるんですまあ食欲の秋だからいいかも。はい、ありがとうございました。プリンセスモナコです。